皆さんこんにちは。今日はテネシー州のピジョンフォージという町にあるタイタニック博物館へやってきました。早速中に入ってみたいと思います。映画にも出てきたグランドステアケースと呼ばれる大階段を目指して博物館の中を見ていきましょう。おっと、その前にこちらがタイタニックの怒りですね。タイタニックの怒りの実物大の模型です。大きいですね。こちらが入り口です。スタッフの方はちょっと風邪気味ですね。今日は入場するときにタイタニックの乗客の名前の紙を受け取ります。後で自分の持っている人が生き残ったのか亡くなったのかが分かります。ここの博物館では実際にタイタニックで使われていたものがいくつか展示されているので驚きました。こんな風にボタンを押していろんなフロアや設備を見ることができます。有名な大階段はこんなところにあったんですね。イギリスのサウサンプトンを出たタイタニックは一旦フランスのシェルブールへ立ち寄ります。雨傘の町ですね。そしてシェルブールからアイルランドのクイーンズタウンへ行き、そこから大西洋の大海原へと進んでいきました。1912年4月12日、13日と順調に航海をしていましたが、運命の日4月14日の夜に氷山に接触し、翌日15日未明に沈没してしまいました。この博物館では沈没する際のタイタニックの傾き加減を体で感じることができます。沈没したタイタニックが発見されたのは70年以上も経った1985年のことだったんですね。本物のタイタニックの絨毯の端切れも展示してあるのですが、これだけで480万円相当もするそうです。一体誰が切り取ったのか不思議です。グレープスパブという場所は今でも存在しているサウサンプトンのパブです。映画の中でジャックと相棒がポーカーをして、それで勝ってタイタニックの乗船券を手に入れるのですが、そのモデルの場所になります。実際の話は出発前にここで飲んでいた3人兄弟が楽しみすぎて船に乗り遅れた、そのおかげで命拾いをしたという話が元になっています。ちょっとしたことで運命が分かれてしまうことを教えてくれる象徴的な場所です。大階段の一部も展示してありました。タイタニックに乗って写真を撮り生き残ったたった一人の乗客がいました。ブラウン神父です。ブラウン神父はサウサンプトンから乗ってクイーンズタウンで降りたので助かった人です。彼が撮影した貴重な写真のおかげで乗客の様子を見ることができます。ブラウン神父が捉えた唯一の子供6歳のロバート君はこの時コマを回して遊んでいました。救命ボートに乗り無事にアメリカへたどり着きますが、3年後に交通事故で亡くなってしまいます。さて、いよいよ大階段ですが、写真は反対側に出てきた時に撮ってくださいねと言われます。船の中とは思えないぐらいの豪華さですよね。こちらは一等室を再現したものです。食器も豪華できっと優雅な時を過ごしていたんでしょうね。メニューを持ち帰った人もいました。ここの部分では沈没した時の海水の冷たさを体験することができます。マイナス2度ということで5秒もつけていると手が痛くなります。こんなに冷たい海に落ちたら命を落としてしまうのも当たり前ですね。
この長さ8メートルの世界一大きなレゴで作ったタイタニックは10歳の男の子によって作られました。再び大階段へ戻ってきて、皆さん記念写真撮影の時間です。最後はやっぱりお土産屋さんなんですが、沈んだ船のグッズはなんとなく欲しくないので何も買わずに出てきました。とにかく見るもの、体験できるものが多く、見終わるのに2時間ぐらいかかりましたが、とてもためになる博物館でした。博物館があるピジョンフォージという町は、歌手・女優のドリー・パートンのテーマパーク、ドリーウッドで有名な場所です。町全体がテーマパークのようになっていて、多くの観光客が訪れるリゾートタウンになっています。今回のピジョンフォージへ行った目的は2年に1回の親戚たちの集まりだったので、そちら優先でしたので、残念ながらドリーウッドへは行きませんでした。その代わり4階建てのコテージを借りて、そこでワイワイとみんなで楽しい時間を過ごせました。遊び放題のゲーム機も置いてありましたので、久しぶりにスペースインベーダーとパックマンをやりました。この辺りはグレートスモーキー山脈国立公園のエリアで、森林から出る水分によって独特の青い煙のようなものがかかっている山々が見られます。やっぱり山は心が洗われるって感じでいいですよね。海と山どっちがいいですかって聞かれたら断然山の方を選びます。皆さんはどうですか？ここクマが出るんでしょうね。クマに注意って書いてあって、クマに餌をやらないでくださいと書いてあります。ゴミ捨て場も頑丈に鍵がかけてありました。コテージに一番近いストアがこちらのジェネラルストアでした。ところでアメリカで答えが分かってるような当たり前の質問をすると、クマは森でうんちをしますかという意味で Does a bear poop in the woods? と聞かれます。当たり前のことでしょう、そうに決まってるじゃんという意味なんですけれども、この T シャツはその表現から来たんだと思います。ストアのお隣にはバーがくっついていました。あとチェーンソーを使っての木彫りも結構人気がありますね。それではグレートスモーキー山脈国立公園内に入ってみましょう。ここはグランドキャニオンとヨセミテ国立公園の観光客数を合わせたよりも多い、アメリカで最も観光客の多い国立公園です。国立公園の中で最も訪れるのに簡単な場所にやってきました。もう駐車場からすぐです。ザ・スフィンクスという小さな滝になります。こ
この国立公園にはたくさんのハイキングコースがあります。ところでインディアナ州のクラークスビルという町でタイタニックのミュージカルを見ましたが、レベルが高くて驚いてしまいました。死んだはずの船長が最後に挨拶してくれるのもちょっと笑えていいですね。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。